どうもこんにちは、ダクちゃんです。今日はですね、私が勝手に決める今150プラドに欲しいパーツ5選をですね、紹介していきたいなと思います。というのもですね、私が150プラドを購入してから6年間以上経っているんですけども、ヒッチをつけたりだとかですね、バグガードをつけたりとかいろいろしてるんですけども、まだまだですね、欲しいパーツは実はあるんです。まずね、その一つ目がですね、ラダーフレームという会社から出ているですね、ハーフリアラダーというのがあるんですよ。で、このですね、リアラダーっていうのは何かと言いますと、いわゆるですね、はしごなんですね。後ろからですね、こうやって登って、ルーフキャリアとかに荷物を入れることがやりやすくなるよっていうものなんですけども、これがですね、実は150プラドってなかったんですよ。今あるですね、このハッチバックタイプのハイエースだったりとかですね、デリカ D5 だったりとか、あそこら辺のですね、リアラダーっていうのはあったんですけども、150プラドって横開きになっているじゃないですか。で、さらにですね、ガラスハッチがあるということで、なかなかですね、こちらの商品出なくてですね、市販のものを改造されて取り付けるっていう方が結構増えてたんです。で、そんな中でですね、150プラド用のリアラダーっていうのが開発されてですね、発売されたんですけども、一つね、欠点があったんです。これが何かというと、ガラスハッチが使えなくなるんですよ。というのもですね、こういうハッチバックタイプなら、はしごごと上に上がるからいいんですけども、プラドって横開きなんですよ。で、さらにですね、ガラスハッチがこうやって開くので、この部分にこうね、はしごが来ると、ガラスハッチが当たって開かないということが起きてたんです。もちろんですね、ガラスハッチをあまり使わない方であればですね、リアラダーをそのままつければよかったと思うんですけども、私は結構ですね、ガラスハッチを使うんですね。で、なんとかですね、これを買わせるようなリアラダーって出ないのかなと、もしくは何か方法がないのかなと考えていたらですね、なんとハーフリアラダーと言いましてですね、ガラスハッチの下側だけのはしごを出してきたんです。これは本当にですね、かゆいところに手が届くいい商品だと思うんですね。当然ですね、上の方まではしごがないので、ルーフキャリアの奥の方まで届きやすいかというと、ちょっと届きにくいところもあるかなという気はするんですけども、基本的にはキャリアというのはですね、後ろ側に合わせて使うことが多いと思いますので、必要十分かなという気がします。これがですね、まず私が今欲しいパーツの一つ目でございますね。で、二つ目がですね、同じラダーフレーム社から出ているですね、インナーメッシュラックというものがあります。これですね、150プラドの前から数えて1、2、3枚目、一番後ろのですね、横のガラスのところに、いわゆるですね、鉄で網のですねカバーみたいなのができるんですよね。画像出てると思いますけど、でそこに物を引っ掛けたりとかすることができて、キャンプ行く時もそうですし、車中泊する時もそうですよね。それ以外でもですね、スッとねハンガーをかけられたりとかもするので、結構便利なパーツだと思うんですよ。でこの手のパーツって実は国内では全くなくてですね、国外でラングラーとかあそこら辺をカスタムしているところがですね、出してはいるんですけども、日本国内で買うっていうのはなかなか難しいじゃないですか。ただそこをですね、ついてきて出してきたのがこのラダーフレーム社なんですよね。これはなかなかですね、かっこよくて、出た時からですね、ずっと真剣に購入を考えてるんですけども、今ちょっとね、旅立つものがないので、もやもやっとしながらですね、見ているところでございます。で、3つ目がですね、フラットルーフキャリアですね。普通のですね、ルーフキャリアっていうのは、四方がですね、立ってると思うんですけども、そういうのがなくて、もう平らな状態のキャリアのことを言いますね。これですね、見た目がスッキリするっていうところもありますし、風切り音とかですね、そういった部分も少なくなるので、結構ね、いいかなと思ってます。私自身ですね、ルーフに物を乗せるってことはあまりないんですけども、最近ですね、ちょっとゴミをですね、ゴミステーションに持っていくことが多くて、その時にですね、プラドの中に詰め込んでも知れてるじゃないですか。だからこのルーフの部分にバーっとですね、ビニール袋で置いて、ガッとね、ネットで縛ったら積載量がめちゃくちゃ増えるなということを思ってですね、今ちょっといいなと思っているところですね。格好だけでもいいんですけども、やっぱり重くなりますからね、その実用用途がですね、もうちょっと増すようであれば、もうリアルにね、考えていきたいところでございます。で、4つ目がですね、ヒッチキャリアです。これはもうね、昔から言ってると思いますけども、最近先ほども言いました通り、ゴミをね、たくさん運ぶことが多くなって、正直ね、積載量を増やしたいんですよ。で、それを考えると、やっぱりですね、ヒッチメンバーつけているので、ヒッチキャリアっていうのがですね、一番手っ取り早くてコストも安いかなっていうところでですね、考えているところですね。昔からですね、欲しいなと思いながら見てるんですけども、普段ね、使うかっていうと、そんなに使用頻度は高くないので、フラットルーフキャリアとともにですね、ちょっと買うところまでは行っていないというのが本音ですね。
で、ラスト5つ目がですね、これホイールになるんですけども、2種類見ています。まず1つ目がですね、輸入タイプの TRD ってあるじゃないですか。17インチのやつね。あれか、デルタフォースか、どっちかがいいなと思っております。本当にね、ホイール変えたいなと思ってるんですけども、高いんですわ。で、この TRD のいいところっていうのは、トヨタ車用ですので、純正なのでね、安心して使えるっていうところもありますし、一方でデルタフォースのこのデザインっていうのも、私好みで結構かっこいいんですよ。で、先日ですね、ホームセンターで、同じですね、中期の150プラドが止まっていてですね、その車がデルタフォース履いてたんですよ。で、それがですね、かなりかっこよかったんで、デルタフォースやっぱいいなっていうのがあってですね、かなりですね、揺れているところですね。以上がですね、今私が欲しい150プラドに関するパーツでございました。欲しいんだから買えばいいじゃんと思われるかもしれませんがですね、今本当にお金がない状態ですのでですね、なかなか購入まではいかないんですけども、またね、購入することがあったら、動画でね、紹介していきたいなと思います。車のパーツというかですね、そういったものの欲望って多分車好きってなかなかなくならないと思うんでね、その欲を下げていくっていうのはかなり難しいところなんですけども、今の状態のプラドも気に入ってますのでね、うまいことバランスを取りながら少しずつですね、自分好みに近づけていければなと思っております。それではこの辺で、また。